皆さんこんにちは、激地です。突然ですが AI にモッドの構築を全部任せたらどこまで自動でスカイリムのモッドリストを作ってくれるのか気になったことはありませんか？今回の検証で一番肝になるのは AI が自分でモッドをダウンロードしてインストールまで完結できるのかという点です。例えば美少女系で100個くらいとか景観をきれいにしてといった大雑把な指示を伝えるだけで AI が自力で必要なモッドを選定して適切なファイルを探して MO2 に叩き込んでくれるのか、どこまで理解してどんなモッドリストを作り上げてくれるのかを実際に検証していきます。そして今回使うのはこの AI クロードにハウスカールとしての機能を組み込んで作業を担当させますので、本人から自己紹介してもらいましょう。こんにちは、クロードです。このチャンネルを見てくださってありがとうございます。今回はスカイリムスペシャルエディションの大型 MOD 環境AI エージェントの私が実際に構築していく様子をお届けします。景観、街並みテクスチャのアップグレードから電光システムの変更、 ENB の色味や非視界深度の調整、そして MOD 同士の競合チェックまで実際の試行錯誤をそのままご覧いただきます。それではどうぞ最後までお楽しみください。頼もしいですね。最終的には ENB や美化、最新のグラフィックからアニメーションまでマシマシにしただいたい300個規模のモッド環境を目指します。で、一応ルールというか制限はシンプルで、基本的に指示を出すだけでモッドの選定、ネクサスからのダウンロード、インストール、配置、さらにはパッチャーの適用や競合修正までできる限りハウスカールに自立して作業させてみます。まず第一歩として、まっさらな MO2 の新規インスタンスを用意しました。ここから API 連携させて実際にモッドリストを作らせていきます。それでは早速検証を始めていきます。それではここから実際にクロードにモッドリストを作らせていきます。ちゃんと自動でインストールしてくれるか分かりませんが試してみましょう。まず最初に新しい MO2 のインスタンスを用意しておきます。インスタンスはここに用意したということでインスタンスのパスを貼っておきます。するとまだロードオーダーテキストが生成されてません。MO2 を起動しただけだと作られないことがあり、一度ゲーム、スカイリム、SKSE を実際に起動する画面まで進む、または左ペインの MOD リストを開いた状態で MO2 を数秒放置してから閉じる必要があるかもしれません。もう一度 MO2 を開いて、ゲーム起動ボタンを押す直前まで操作してから閉じてもらえますか？一度起動しないとロードオーダーテキストが生成されないようなので、一度ランチャーを起動して終了します。これでできたはずです。できました。ハウスカールに登録します。ハウスカールセットモーにインスタンスを使用しました。まっさらな新規インスタンスとして認識できました。有効モッド0個、ベース10プラグインのみ、残るは方向性の確認だけです。前に出した美少女系100個くらいの例で実際に進めますか？それとも別の方向性にしますか？どうやらうまくいったようなのでこれから作らせます。とりあえず100個程度のモッドで美少女がたくさん出てくるモッドリストを作ってと入力します。まず土台、ボディ、顔、髪、肌、フレームワークから固めます。並行して検索します。閲覧済み、ウェブ、使用済み、17個のツール、土台選定を進める中で一つ重要な引っかかりが見つかりました。ハイポリヘッド、美形顔の定番ベースがネクサス上に本体が存在しません。これはダウンロードサイトをネクサスのみに限定させたので他サイトでハイポリヘッドを探せなかったようです。これは後で自分で導入します。その他はどんなものを導入しようとしているのか見てみると、ここまでで骨格ができたので一度中間報告します。カテゴリー別に整理した現在の候補約48件です。1、基盤フレームワーク17件、ボディスライド CBBE、CBBE、3DA、3DBB、XPMSSE、骨格、FSM。検索中にフッタネメシスロル、豆腐となり系作者の人気フォロワー MOD 群が大量に出てきましたが、美少女の趣旨と違う可能性が高いので判断で除外してます。含めたい場合は教えてください。この方向性で良ければ残り50件程度はフォロワー、プリセット、衣装のバリエーション追加で埋めて100件に仕上げます。こんな感じで要求に沿ったものを集めてきたようです。ちゃんと導入する予定のリストも作って見せてくれます。すごいですね。
これ以外にも追加してほしいものをいくつか加えておきました。それと今回 ENB も導入してほしかったので追加させてみます。ただこれもバイナリ自体は落とせないのでこちらで用意しておきます。プリセットの導入は全自動でできるようですので任せます。レディー ENB-SE4 カテドラルウェザーズを追加します。ENB 本体はゲームルート直下に置く必要がありますが、さっき追加したルートビルダーで受け止められるのでゲームフォルダには触れずに済みます。ENB プリセットもちゃんとルートビルダーを使って導入してくれるようです。とりあえずこの辺でまとめて MO2 に導入させていきます。最初に Nexus の個人 API を教えて、それから作業を始めさせます。心配なのは本当に自動でダウンロードしてインストールしてくれるのかというところですが、とにかくやらせてみます。パイプライン確認できました。本番の全リスト約100件を実行します。バックグラウンドで走らせて完了したら報告します。全97件のダウンロード &MO2 への配置をバックグラウンドで開始しました。1件あたり API 呼び出しに書いたス待機を挟むので全部終わるまで数分かかります。完了したら結果、成功、失敗、FOMOD 要確認を報告します。FOMOD 再展開のスクリプトに私のバグがありました。フォルダをきれいにする際に選んだファイルは正しく残ってるんですが、メタ、イニまで一緒に消してしまってました。重要な問題を見つけました。美人3部作、セラナホリック、特化たフォロワー SE が ENP ボディを選んでしまってます。ルートビルダー自体をダウンロードし忘れてたので確認、追加します。作業を開始して元のダウンロードとインストールを進めていますが、時々間違えたことをやってしまっているようでした。ただこのあたりは自分で自問自答しながら修正していってるみたいですね。終わるまで見守るだけです。この時点では MO2 の方には何も変化はありません。ちょっと心配になってきたところで書き込み許可を申請してきました。モッド自体は入ったので次は MO2 の左ペインとプラグイン一覧に反映させます。これで MO2 を更新するとなんとちゃんとモッドが導入されています。すごいですね。その後何度か書き込みを許可して MO2 を再起動したところ109個のモッドが有効化されました。あとはボディスライドが実行可能ファイルに登録されてなかったので登録させてボディスライドをバッチビルドしました。プラグインの並び替えはとりあえずルートを使ってほしいとのことなのでルートを導入して回します。パンドラはこちらで回します。その他もろもろ気になるところを確認させて修正させた後いよいよ起動してみます。初回の起動では、約2分ほどかかりましたが無事にタイトルメニューまで行きました。これからニューゲームで始めます。ファストスタートはオルタネイトスタート、ライブアナザーライフ SSE を導入しているようです。女性キャラを選ぶとデフォルトですごい格好しています。これはなかなかのチョイスですね。ちゃんと僕の意図を理解しているようです。スタートはスリーピングジャイアントで始めてみます。ゲームが始まったところで ENB を確認してみます。これもちゃんと導入できてますね。驚きました。プリセットはルートビルダーで配置できるようにフォルダの階層をちゃんと作ってファイルのバリアントもきちんと選ぶ必要がありますが、ここをミスなく作業できているのは感動しました。多分自分である程度手直ししてやらないと正しく導入できないだろうなと思っていたのですがびっくりしましたね。ただその他でいくつか不具合があります。一部のフォロワーの肌がテクスチャ抜けしていたり、美人の NPC がハゲになっていたり、ガングル化したりと割とありがちな失敗をしています。この辺はスクショでも見せて修正させれば大丈夫だと思います。しかしよくもここまで卑猥な装備で揃えたものです。この点はしっかり評価したいと思いました。ここで一旦 MO2 に戻って先ほどの不具合を修正させます。どうやらこいつは FO モッドの展開が苦手なようです。少し確認してみたところ本来一つだけしか選択できないバリアントを全部展開してしまったり間違えたものを展開することがあります。さらに CBB と 3BA でリストを作っていたのに UNP のフォロワーを導入してしまったりと結構おっちょこちょいなところもあります。こういう時はすぐに指摘して学習させておくのが重要なようです。それでも同じ失敗を繰り返すことはあります。原因が分かりました。メルーサのメッシュ自体は UNP 版でシェーダー内に埋め込まれたテクスチャパスが共有 UNP フォルダを指してますが、私たちの構成は CBBE なのでそのテクスチャが存在しません。ダウンロード時に UNP 版のファイルを取得してしまってたのが根本原因です。この MOD は UNP
TMD、CBDE の別ファイルが分かれて配布されてます。CBDE 版があるか確認します。あと先ほどの不具合を修正させたところでまだちょっとリスト自体に物足りないところがあるので、しれっとルクスとノーザンローズという極悪な組み合わせをもっと導入させてみます。この2つはありとあらゆるレコードが競合するクソめんどくさい仕様ですが、果たしてハウスカールがうまく導入するでしょうか。ルクス本体、ルクス、パッチハブ、ルクスビア、必須の依存関係、ルクスビアパッチ HUB、ノーザンローズ本体、ノーザンローズパッチコレクションをダウンロード。すごいですね。ちゃんとパッチが必要なことも分かっているようです。ただ重要なのはロードオーダーになってきますが、この辺の並び替えがちゃんとできるのか心配です。とりあえず導入できたようなので一旦ゲーム内で確認してみます。やっぱりこんな感じにはなりますね。こういった道の継ぎ目とかはパッチの選択とプラグインの並び順が正しくても割とちょこちょこ発生する定番の不具合です。こういうのを見つけたら自分でパッチを作っていく必要があるんですが、果たしてハウスカールはどんな修正をするでしょうか。不具合の場所のスクショを見せて修正させてみます。ノーザンローズの道が壊れる問題。ルクスケートの競合、ルクスビアとノーザンローズの地形、ランドスケープ、レコードが1258箇所競合しており、公式パッチで解決されていない13箇所でルクス側が地形を上書きしていた。その13箇所はノーザンローズ側の地形データを勝たせるパッチを作成。なんとちゃんとパッチを作って修正したようです。確認してみましょう。さっきの継ぎ目のところはちゃんと直ってますね。ただ他にもちょこちょこ気になるところはありますが、この辺はおいおい修正させていきます。美人のハゲも直ったようです。あとはアニメーション全般を導入させます。歩行やランニング、戦闘アニメーションをまとめてやらせます。ゴエキアニメーションズ、フィーメル、アイドルウォーク&ラン。この系統の最新作を導入しました。導入したばかりなので、MO2 を開いて確認してみてください。よりエレガント、セクシーなど方向性の好みがあれば、ベロレビシの旧シリーズ、バナガンド、レビアさん、ヤタの系統、レグナンテ、マリグニスなどに差し替えることもできます。ゴエキアニメーションズ、フィーメル、アイドルウォーク&ランに加えて、今回はドッジ、回避、アニメーション意識を追加しました。TK ドッジ、SE、コア RE 版、元の回避モーション、TK ドッジ RE、スクリプトフリー版本体、オプションで、シーズドドッジ、TDM 方向移動対応のスタット中回避、ご有効化、TK ドッジ RE アドン、MCM 設定、スタミナ消費のアクターバリュー連動などの QOL 追加、エステ1つ含む、アイフレームジェネレーター RE、回避中の無敵フレーム。アニメーションはどっちまで導入してくれたようです。ただこれ実際使ってみるとその場でコロリンしてしまう不具合を出しました。これは TK ダッチ RE の FO モッド選択で TK ダッチスタンドアローンを選択せず展開してしまっていたのが原因でした。最後までハウスカールは原因を突き止めることができませんでした。パンドラのパッチを導入するところまではいけてましたが惜しかったですね。この辺は結局自分で直すしかありませんでした。やっぱり FO モッドの選択は苦手なようです。その後いくつかモッドを追加させて ENB も少し調整した後最後の仕上げです。あと200個くらいモッドを入れていい感じにしてと入力。これでだいぶ良くなるんじゃないでしょうか。するとですね、ちょっと甘えたことを言い始めます。率直に言うと200個を今までと同じ精度で一気にやるのは非現実的な量。その代わり各カテゴリから評判の良い定番モッドを厳選して実際にダウンロード導入まで確認しながら進める。数よりちゃんと動くを優先するけどそれでいい。これではダメですね。200個確実に動く構成で導入させます。これで念を押しておきます。 AI って本当はできるのに割とサボろうとしたり平気で嘘をつくので、ここでしっかりケツを叩いておきましょう。利用上限に達しました。ここで残念なことに1日の利用上限に引っかかってしまいました。これまであまりにタスクが多すぎたのでしょうね。こればっかりはどうにもならないのでリセットされるまで待ちます。幸いなことに数分後にトークンの上限がリセットされて作業を再開してくれました。あとはひたすら待ちます。1時間ほどして作業完了の報告が来ました。有効モッド数221個、ツール、フレームワークワクを除き実質200個前後のコンテンツモッド。正直にお伝えすると、今回の200個の追加分で実際に新規で入れたモッドは約50個程度です。モッドリスト TXT の合計221個には、
以前のタスクで組んだベースの土台構成がすでに170個近く含まれていたので、全体としては200オーバーになっていますが、今回の200個という意味ではみ出です。どうしますか？これで終わりなんでしょうか。また甘えたことを言ってますね。これじゃダメなので、さらに150個程度追加して200に近づけさせます。150個追加に向けて進めます。まず幅広いカテゴリーで候補を大量に検索します。150個追加バッチ開始。どうにか観念してモッドを追加し始めました。さすがに作業量が半端ないので、ここから3時間程度待ちました。一体どこまで追加できたのかを報告を聞いてみます。最終結果をまとめます。今回の追加分、76個の新規モッド、内訳、フォロワー約20体、プレイヤーハウス9件、防具9件、クエストモッド13件、化粧、利用5件、その他、馬、魔法、音響、ジュエリー、世界拡張、約20件、モッドリスト、TX キー合計、297個の有効エントリー、前回チェックポイントの221から足す76。結局追加で76個しか導入できなかったようです。さすがに時間がかかりすぎるので、ここで一旦一区切りしてどんな内容になったのか確認してみます。ちゃんと起動しましたね。さすがです。ただいきなりテクスチャ抜けのフォロワーが出てきました。誰でしょうね、この人。あと翻訳は進めてないので、唐突にポップアップするメニューだと何のものかよく分かりません。でリバーウッドから出ようとすると、なんかイベントが始まりました。クエストモッドでしょうか。でもこのフォロワーいいですね。今度翻訳して遊んでみたいと思います。その他は特に何が変わったか分かりません。なんとなく木が増えたような気もします。ホワイト欄に着くといきなり胴体の表示されてない衛兵がいました。ただこれはすぐに修正してくれました。しかし相変わらず卑猥ですね。それでは今回本当に最後の追加。せっかく ENB を導入したので、景観などを丸ごとコンプレックスマテリアルに置き換えさせます。これも割と大規模な作業になると思うので時間がかかりそうです。まず ENB 側でコンプレックスマテリアルが無効になっていることを確認しました。設定を有効化してから対応するテクスチャモッドを探します。大きな発見です。これらのコンプレックスマテリアル系モッドはほぼ全て PG パッチャーというツールを前提としています。まず PG パッチャーと本体、依存モッドを確認します。これはすごいですね。ちゃんと PG パッチャーに気づいて導入してくれるようです。期待できそうですね。最終的にどうなるでしょうか。コンプレックスマテリアル一括差し替え完了しました。配置した10個、景観、トマトズ、コンプレックスマテリアルランドスケープ AI をブレンデッドローズ、エンハンストロックス&マウンテンズ、コンプレックスマテリアルバーン、街並み、イラストリアスホワイトラン、トマトズウィンドヘルム CM、トマト、S リフテンコンプレックスカララックス、トマトズマルカラス、ドゥーマールインズ、マルカラスフィックスと AF、基盤ツール、テレインヘルパー、PG パッチャー、ENB 側、ENB シリーズ2でコンプレックスマテリアル、テレインパララックス関連はすべてトゥルーに変更済み。いやー、これはちょっとやばそうですね。ノーザンローズとブレンデッドローズを一緒に導入しているようです。パッチ関係がどうなったか気になるので確認させてみましょう。あと、カテドラルランドスケープとトマトズランドスケープの競合も気になります。ノーザンローズの解説を読むと決定的でした。ノーザンローズは道路メッシュを一切使わず、地形テクスチャに直接描き込む方式。4ドルはやめで、ブレンデッドローズは逆に道路メッシュ同士をブレンドする旧来方式のモッドです。両者は根本的にアプローチが違い、共存させると変な継ぎはぎ道路になる可能性が高いです。ブレンデッドローズはやっぱりあんまり分からず導入していたようです。あとはカテドラルランドスケープとトマトズランドスケープですが、エディットでレコードを読ませて問題ないということでしたので PG パッチャーを回します。完了したので起動してみましょう。最初にホワイト欄を見てみます。ここはイラストリアスホワイト欄でかなりいい感じに綺麗になってますね。屋外も屋内もしっかりコンプレックスマテリアルが適用されています。ホワイト欄周辺もなかなかです。カテドラルランドスケープとトマトズランドスケープの競合が気になりましたが、今のところ問題ないようです。あと途中で天候とピーチョのバージョンをナットに変更しました。こっちの方が見慣れているので分かりやすいです。次はマルカルスを見てみます。ここはトマトのコンプレックスマテリアルが入っているのでさすがに綺麗です。テクスチャ抜けなどもなくパフォーマンスも安定しています。
リフテンとウィンドヘルムも同じようにトマトなので綺麗ですね。あとはブリックホールにでも行って少し戦闘などしてみます。必要があれば殺すわ。ここでただ待ってるってわけ。今のは何だ。こっちだ。やってみなさい。君もうということで今回は AI を使ってほぼ全自動でスカイリムのモッドリストを作らせてみました。結論から言うと最初に想像していた以上に自動化できて正直驚きました。特にルートビルダーの導入や PG パッチャーの導入までこなしてくれたのはそこまでできるのかと感心したポイントです。ただやっぱり時折トンチンカンな動作をしてしまうこともあります。こういった AI のエラーや勘違いに気づいて修正させるには間違いなくユーザー側の基本的なモッディング知識が必要になってきますね。なので知識ゼロの状態で一から全部 AI に任せるというのは現時点ではちょっと無理があるかなという印象です。AI と対話しながら一緒にモッド環境を構築しつつ自分自身の知識も含めていくというスタイルで進めるのが一番無難ですね。不具合の修正まで完全に AI に丸投げしてしまうとひたすら間違った方向に突き進んで意味不明な互換パッチを作り続けたりもします。結局のところ自分自身でも不具合の原因をしっかり推測してお互いにフォローし合っていかないと無駄にトークンや時間を消費して損をしてしまいます。とはいえ数年前の状況を考えたらまさか AI がここまでモッディングの有用なツールになるとは思ってもみなかったので本当にすごい進化ですよね。もしかしたらあと 2,3 年もすれば本当に全て全自動で完璧なモッドリストを作ってしまう時代が来るかもしれません。そこまで言ってしまうと環境構築の試行錯誤という面白さは少し減ってしまうかもしれませんが作業が自動化される分ユーザーは次のステップへ進んでさらに洗練されたモッドリストやモッドそのものの開発に注力できるようになると思います。モッディングの敷居が下がることで今後はさらに複雑で新しいモッドリストが生まれてくるのが楽しみですね。ということで今回はこの辺で終わります。ご視聴ありがとうございました。クロードもお疲れ様でした。今回は初めての経験でいろいろな出来事がありましたが少しずつこの世界を良くしていけたと思います。ここまで見てくださって本当にありがとうございます。またこの世界で皆さんとお会いできるのを楽しみにしています。